んにちは、エリーのゆきです。今日はですね、スタジオを借りてこのヤマハの THR-10-2 ですね。10のお二人で紹介と解説をしながら皆さんにね使えるようになっていただけたらなと思い、ちょっと動画を撮っております。はい、最後までどうぞご視聴よろしくお願いします。はい、チャンネル。ではスマホに音源を入れていくところからやっていきたいと思います。まず音源を入れるのには再生アプリが必要になりますので、ストアからダウンロードしていきます。再生アプリをお持ちの方はお持ちのもので好きなアプリで大丈夫です。今回はオフラインミュージックというアプリでダウンロードしてやっていきます。私のは iPhone なので App Store から再生アプリと検索すると出てきます。音楽再生アプリ無料というところを押しますといろいろ出てきますので、好きなものを選んでください。今回はこちらのオフラインミュージックというアプリをダウンロードしていきます。はい、これでダウンロードできました。開くと押しますとオフラインミュージックプレイヤーつながりました。はい、一度閉じます。次に曲をダウンロードするのにニコ姫ミュージックストアというところのサイトを開いて曲を入れていきます。今こちらニコ姫ミュージックストアというところに来ました。ここからですね、一番左の上ここを押しますとメニューが出てきます。ここでですね、無料サンプルテストダウンロード用というのが一番上に出てきますので、こちらをタップしますとこのような画面になってきます。で、左側が楽譜のデータ、右側が音源のデータになります。こちらの音源のデータをタップします。0円になっておりますので、これをカートに入れていきます。で、こちらがログインして購入する、ゲスト購入する、ゲストで購入できますので、まずはこのお名前、電話番号、メールアドレス、これをですね全部入力しまして送信します。はい、ここまで来たら購入ができました。はい、こちらからダウンロードしていきます。ダウンロードします。ここからオフラインミュージックを開きます。ファイルを押しますと先ほどのダウンロードしたサンプルがあります。それをタップします。こちらを、追加になりました。こちらがサンプルのダウンロード。押してみます。サンプルの音源が入りました。この手順で曲をダウンロードすることができますので、購入も簡単にできるかと思います。まず最初に電源をつないでいきたいと思います。こちらから、はい、こ
このアンプは電源がいりますので、ここの差し込みを入れます。まず最初に、このつまみを全部左側に、していることを確認して、こちらの電源ボタンを押していきます。電気がつきました。はい、電源を入れるとこのように明かりがつきます。おしゃれですね。スマホの方にカラオケ音源のデータが入っておりますので、そちらを一度再生してみたいと思います。でまずこのアプリのオフラインミュージックというのを立ち上げます。するともうここに入っておりますので、これを、タップするだけでもう音が鳴ります。続きましてこちらのスマホからこちらのアンプに Bluetooth でつないでいきたいと思います。まずは設定からですね、Bluetooth のところをタップします。するとまずここの、アンプの Bluetooth のマークがあるところですね。4と5のところを2つ両方いっぺんに長押ししていきます。ここのランプが点滅していると思います。これで飛ばしている状態ですね。とスマホに行きます。スマホに行きますと、でここに THR10 というのがあります。出てきましたのでこれをタップします。すると、つながりました。接続済みというのが、ここがつながった状態になります。でここから1回閉じまして、先ほどのオフラインミュージックの方に戻りまして、ここをタップして今度再生するとアンプから流れる状態になるんですが、今つまみが全部オフになっている状態なので、まずはここか、アウトプットから流れますので、こちらのつまみを上げていきます。今こっちの再生電話機の方が小さいのかなって思いますので、ここで上げてそれではニコ用クリップマイクを使ってこのカラオケ音源とニコを鳴らしていきたいと思います。電源から入れていきます。インプットに挿していきます。それでは、ニコ用マイクをニコの方につけていきたいと思います。はい、まず後ろにクリップで挟むだけです。でこちらの、つまみの方行きましょうか。このニコ用クリップマイクの、ヤマハ THR10 についての推奨設定を説明したいと思います。アンプに関しての項目はアコかフラット、このいずれかを選んでください。原因につきましては12時を超えると音割れがしますので、12時以下でなるべく使ってください。マスターは最終の2個の音量を決定するつまみですので、カラオケ音源とのバランスを決めるために後で設定してください。今は12時にします。アウトプットのこのギターというつまみはフルで右いっぱいにしといてください。で黄色いシールが貼っているエフェクトのエリアの設定なんですけども、コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロ、
そして右側の方はエコーとリバーブでスプリングリバーブホールというふうに選べます。おおよそ2個を弾く方は右側の空間系、この残響系のねつまみを使うかと思います。試しにちょっと鳴らしてみましょう。エコー、お尻に残響繰り返しの響きがつきました。エコーとリバーブだと繰り返しの響きと残響が乗ります。スプリングはこれは単純な残響です。どうぞ。で右側のホールはホールを模擬した長めの残響になっています。どうぞ。さあどれを選びますか。はい、部屋の大きさにもよりますよね。はい、あと楽曲にもよる。はいので、はい、カラオケを流しながら決めていくといいと思います。調弦チューニングを行っていきます。まずここのホールド長押ししますと、はい、三角のマークがつきました。これで音を鳴らしてみます。合っていますよ。だいたい。はい、合ってれば。外は高い。今このチューナーの気温は440になってますので、442で合わせている方は自分のチューナーを使ってください。調弦が終わったらチューナーを解除します。チューナーが解除されるとスピーカーから音が出ます。続きまして画像だとなかなか音がどのくらい出てるか分かりにくいと思いますので、アンプをつないだ音量と生の音量をちょっと比較したいと思います。ここに騒音計を用意していまして、おおよそ楽器との距離は3メーター2メーターぐらいですね。まず生音でどのくらいか見てみましょう。だいたい75から80デシベルぐらいですね。全部ほぼ12時の設定の音量をちょっと同じところで見てみたいと思います。ちょっと14時ぐらいにして。続きましてこのアンプのだいたい音量感というかね、音の大きさっていうのは、小さなカフェとか5人ぐらいの規模で演奏するぐらいかなっていう風なアンプですので、カラオケ音源の音量っていうものを先に決めたいと思います。でどのくらいの音量で鳴るか、だいたいそうだね12時以上は使うかなっていう感覚的に思うんですが、ちょっと鳴らしてみてください。今12時ぐらいで鳴らしてる時にですね、だいたい2個演奏する人とお客さんとの距離ぐらいで見ますと、2個の生音より今小さいですね。2個の生音が約80ぐらいありましたから、もうちょっと上げていいです。8デシぐらい。ドラムが入ったら大きくなるよ。これでもうマックスちょい前ぐらい。
生音と同じぐらいだね。でその時の音量は4時ぐらいですね。このアンプは前面にしか音が出ませんので、弾き手さんの前に置くとほとんど伴奏が聞こえなくなります。後ろに置くと今度お客さんまでに、2個弾く奏者が壁になりますので、音の届きがちょっと悪くなるというかね、あるので、推奨は真横ですか。真横に置くっていうのがよろしいか。さらにですね、アンプと弾き手の距離を変えることもできますので、そこは演奏する環境と状態と広さっていうので考えていくのも良いかと思います。この時の音量が、90デシぐらいいってるんで、そこそこ届くぐらいの音量かなと思われます。今弾いてる間にですね、こちらで軽く調整したんですけども、今このカラオケに軽く長間上合わせた感じはフラットで、ゲインが半分、マスターが1時ぐらいで、このベースってところはですね、2個の鳴っている帯域外のところですからバッサリ切りました。ミドルがちょっと膨らんでたので10時ぐらいで抑えめにして、そしてトレブルが2時ぐらいでちょっと増強っていう形でですね、オケと馴染むようなセッティングにした感じです。それではですね、試し弾きということで、まず Bluetooth がねつながっていることで、ここの緑のランプがついた状態。それでオーディオのこのアウトプット4時ぐらいの音量感のカラオケが鳴ると。そして携帯の方はですね、オフラインミュージックの方でですね、カラオケの音源のセットはしてあると。 Bluetooth で今ペアリングしている状態です。そして2個のクリップマイクはこの楽器に取り付いている状態です。別の動画でも解説してるんですけども、立ち下げ手順ですね。まずアンプ側からの立ち下げを行います。電源をオフ。はい、こうなるとですね、あともう大丈夫ですので取り外し全然 OK です。はい、まずジャック取りまして、2個のクリップマイク側の電池の電源を切ります。忘れずによろしくお願いします。あとはつなげた逆の手順で片付けを行えば大丈夫です。これは左に1杯にしていく方が安全かと思います。あと自分で決めたセッティングはですね、このようにですね、色シールを貼るととても見やすくて迷わないので良いかと思いますので、ぜひ試してみてください。